デジタルを中心とした社会になりつつある中、日々の生活はより便利になっているはず。現在、イギリスでは全国民を対象としたデジタル ID の導入をめぐり、世間がざわついています。このデジタル ID は雇用の現場におけるメリットが大きいと政府は主張し、不法就労をはじめ不法移民がなくなるとのこと。導入の発表直後、全国各地で抗議運動が起こり、ネガティブに捉えている市民は自由が奪われると警鐘を鳴らしている。国民がより快適に暮らせる社会に貢献するはずのデジタル ID がなぜ反発を招いているのか見ていきます。皆さんこんにちは、シンです。今回の動画はイギリスのデジタル ID についてのお話なんですけれども、皆さんはどういった印象をお持ちでしょうか。おそらく日本のマイナンバーのことを連想される方がいるんじゃないかなと思うんですけれども、まさにそういったイメージでいいのかなというふうに僕は理解していて、ここ最近国の中でこのデジタル ID のお話が摩擦の左になっているような状況なんですよね。で、実はこのデジタル ID っていう考え方自体はですね、2000年代トニー・ブレア政権の下で発足はしていたんですけれども、当時市民から強い反発を受けてですね、そのまま撤回になって、今スターマー政権になって、新たにこのデジタル ID のアイディアが上がってきていますと。で、イギリスにおける身分証明書の確認っていうのはパスポートか運転免許証がメインだったそうなんですけれども、パスポートと免許証って所持が義務化されているわけではないので、持ってない方々っていうのも当然いて、そうした方々に関しては、例えばその行政の手続きをするのにあたり、身分証明書の確認とかで結構手こずっていましたと。でも身分証明書を持ってるからって全てがオーライというわけでもなくて、実際なんかいろいろ手続きをするのにあたり、複数の書類を書いて出さなきゃいけないっていうような状況が起こっていてですね、窓口における作業量、申請側もそうだと思うんですけど、結構煩雑でしたと。ではなぜこのタイミングで政府はデジタル ID を推し進めているのかというと、僕以前ドーバー海峡を渡って不法で入国してくる移民のお話をさせてもらったんですけれども、それを結構深刻だと政府は捉えていて、そういった方々の規制をどうにかせなっていうので、9月からスターマー首相はこのデジタル ID のお話を推し進めているっていうような状況なんです。今回発表が決まったデジタル ID、ブリッドカードには氏名、生年月日、国籍または在留資格、顔写真などが登録され、政府のアプリを介してスマホからいつでもアクセスできるシステム。政府は警察が任意に提示を求めることはできないと説明しており、常時スマホを所持する必要はないという理解はできるものの、就労時の本人確認には必須となっており、雇用主に採用前、ID の確認を義務付けています。長期的には公共サービスや福祉、税務サービスなど様々なデータと紐づかせ利用が想定されています。エストニアなど他国ですでに導入されているデジタル ID 制度を参考にしているとも言われていますが、データの管理主体、保管場所、監査体制、スマホを持たない方々への代替手段など多くのキーポイントが不透明なまま、こうした不透明さが物議を醸しています。そして現在このデジタル ID の是非をめぐり、世論がある意味分断しちゃってるような状態で賛成派、反対派の方々がいますと。結構その日本のマイナンバーの導入をするかしないかってなった時の、議論と結構重なる部分もあるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、そこまで詳しくは説明いたしませんが、簡単にカバーしていきたいなと思います。まず賛成派の一つ目の意見というのが、行政における手続きが簡略化するよねっていうような意見になっていて、冒頭でもご紹介したんですけれども、今身元確認をするのにいろんな書類を書かなきゃいけないっていうのが一つのボトルネックとしてあって、それをどうにか解消したいっていうので、このデジタル ID があれば煩雑な作業が消えるのではっていうので賛成をしているようなのが一つ目です。で、2つ目に言われているのが不正の防止になるんですけれども、結局その ID が一元管理されることによって、例えばその他人になりすまして補助金を受給するとかっていうことができなくなるので、そういったことに関してはこれは結構いいお話だよねっていうのが2つ目の意見です。で、3つ目に言われているのが不法就労の規制ができるんじゃないかっていうふうに言われていて、例えばその採用時に採用する人のデジタル ID っていうのをあらかじめ企業側が取得すれば、不法で滞在している人を含め合法的に滞在している人でも働く権利がない方々の規制ができるんじゃないかっていうので、それをプラスと捉えている方々がいるんですよね。ただこれぶっちゃけ僕ちょっと思うところはあって、後ほどご紹介いたしますが、賛成派の意見というのがこの3つになります。
で、今度は反対派の意見っていうのを簡単にご紹介したいんですけれども、なんとなく肌感としては反対派の意見っていうのが多いような気はしています。で、早速1個目の反対派の意見っていうのをご紹介すると、プライバシーの問題が懸念としてあります。すべての個人情報を含め、勤め先だったり、その税金だったり、一元管理されることになるので、そういった内容が政府によって可視化されるっていうのは、ちょっと気持ちが良くないと。でもっと言ってしまうと、個人情報が全て一元管理されるわけですから、ハッカーからすると絶好の標的なんじゃないかっていう意見があって、仮にそれら情報が盗まれた、または改ざんさせられたってなると、ちょっととんでもないことが起きるんじゃないかっていう懸念の声があって、否定的っていうのが1個目の意見です。で、ハッカーの話とちょっとずれるんですけれども、僕以前イギリスのユースに宮川の話をさせてもらった時に、その中でご紹介した一つの内容というのが、イギリスの郵便局が使っている会計システムっていうのがあるんですけれども、その会計システムが、ちょっとシステムの不具合っていうのがあって、その不具合によって罪のない方々が不正をしている、濡れ衣を着せられたような事件があるんですよね。で、それって結構まだ最近の話ではあるので、そうしたことから反対の意見につながっちゃってるっていうような状況なんですよね。で、2つ目に言われているのは、このデジタル ID っていうのは基本的にはスマホの中で管理するものになっているので、スマホの中で管理するっていうか、スマホからアクセスして管理するようなものになるので、そうなった時に、じゃあ例えばそのスマホを持ってない方々、特に高齢者とかはどうするのっていう問題もあるし、ネット環境がつながってないとパッて出せるような状態ではないので、ネット環境がないところに関してはどうするのっていうような問題がありますと。で、3つ目に言われているのが効率の悪さです。今回このデジタル ID を発足したサーマー首相というのは、不法就労だったり不法難民の規制ができるよね、管理ができるよねっていうので発足してるわけなんですけれども、ぶっちゃけ不法就労だったり不法難民移民を管理するんであれば、このデジタル ID って必要なくないっていうような考え方があって、反対をしているような意見っていうのが多数あります。デジタル ID 導入の発表直後、イギリス各地で抗議デモや反発が起こり、直近で一番大きい規模だったのが先月ロンドンで行われたもの。反対する方々の間でいろいろな主張がありましたが、中でも際立っていたのが社会信用システムの受け入れの第一歩と警鐘を鳴らす意見。ネットフリックスのブラックミラーというシリーズがあり、シーズン3の第1話では社会信用システムの話に触れていて、ドラマのワンカットの写真をプラカードに貼ってデモに参加されている方もいました。また、政府の意見箱的役割のサイトがあり、これまでサイトに反対派のアクセスが殺到し、デジタル ID 導入の反対をする署名は280万件近くに達したそうです。与党でもある労働党をはじめ、政府内でも導入反対の声が多くあり、社会の分断が著しい。で、今回のデジタル ID 結構モヤモヤする部分があるって冒頭の方でもご紹介したんですけれども、導入のきっかけは不法就労だったり不法移民を規制することができるからっていうので打ち出しているわけですから、少数派のために多数派が犠牲を払っているっていうような見え方になっちゃってるんですよね、どうしても。で、不法就労に関してはそもそもどういった現場でそれが起こっているのかっていうところに着目すべきなんじゃないかっていうふうに僕は思っていて、例えば起こっている現場は僕の憶測だと工事現場だったり飲食の日雇いとかっていう現場で起こってるんじゃないかなと思うんですよね。とした時にデジタル ID の提出を義務化してくださいっていうふうに政府が言ったとしても、それがバレないのかバレるのかっていうのでいくと、おそらくバレないんじゃないかなっていうのが僕の勝手な印象としてはあります。なので効果は本当にあるのっていうところはちょっとあります。で、今度は不法移民の規制についてなんですけれども、そもそもこのデジタル ID を申請できるのって合法な移民でしかないので、不法移民ってデジタル ID を持ってない。でもデジタル ID を持ってなくたってその物理的に国内に留まることっていうのは可能になるので、そうした時にこのデジタル ID を導入したからって不法移民の規制をすることができるのかって言われたら、ここもまだ疑問符が残るっていうのが僕の正直な感想です。この動画では反対派、あとは賛成派、両方の意見っていうのをご紹介したんですけれども、どちらもロジックがあって言い分はすごくわかるんですよね。ただ繰り返しになっちゃうんですけど、政府の打ち出し方がですね、どうしてもその反対派の意見に僕は同調してしまうような打ち出し方をしちゃってるので、ちょっとそこが気になるところではあるんですけれども、皆さんはこのデジタル ID についてどう思っていますでしょうか。データの管理だったり、そのバックアップの話、いろいろね、課題っていうのはあるんじゃないかなと思うんですけれども、今後どうなるのか非常に気になります。と
ということで今回の動画はこちらで以上になります。イギリスのデジタル ID のお話についてでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。